はいどうも、いつきんです。本日は昨日実装されたエルビラさんを早速使っていきたいんですが、このエルビラですね、ちょっと今、いろいろと、仕様について変更などがありそうで、公式の X ではポストされてないんですが、ストーブの方でね、更新がありまして、近々バランス調整が、入るというところで、性能の前にですね、まずその話をちょろっとしようかなと思います。でこのエルビラはですね、不死3ターンで、スキル1に追加ターンが、根力を使えば、発生するというスキルを持っています。で不死3ターンはおそらく今闇アカテスだけが持ってるのかな。他の英雄だと基本的に2ターンとかの不死が多いと思うんですけど、エルビラは3ターン持っているということで、これをですね使って、古代遺物に星3の食台、先見の食台という、攻撃を受けた時にスキルのターンが1減少するという遺物が、ありまして、これを使ってる人はね、結構多いと思います。確率も 40% ですし、1ターンに1回発動するんで、めちゃくちゃ強い遺物ではあるんですが、これを使うことで、なんて言うんですかね、悪用というか、俗に言うグリッチという、仕様の隙をついたバグのような、動きができてしまうということで、先見の食材をつけたエルビラを RTA などで使用することで無限に不死を付与して、いわゆる遅延行為のような、動きができてしまうというような、状況に今なっています。でこれを受けて運営側で調整をするというふうにお知らせが来ているので、今この現時点でのエルビラの性能に関しては調整前なので、先見の食材を使って無限不死ができてしまう状態の性能となっています。内容の変更次第ではまたもう一度動画を撮って紹介しようかなと思うんですが、一旦今日はね、調整前のエルビラで使用感などを見ていきたいと思います。で、この動画に関しては先見の食材は使っておりません。特にね、使ってもなんか罰則があったりとかペナルティがあったりっていうわけではないんですが、使ってる人も別に悪いわけではないんですが、個人的にね、あんまり、そういうのは好きではないので、今回は使っていません。ただ、今の段階でも闘技場とかのね、防衛に置いてる人も、いたりするので、そういったところの攻略法とかも、この動画で紹介をしていこうかなと思います。で、エルビラなんですが、さっき言った通り、不死3ターンと、あとはこのパッシブですね、効果抵抗がなんと 50% もアップして、さらには、不死状態であれば相手の闘志の獲得量を 100% ダウン。これ不死ついてからなんで、つく前に動いたりっていう場合は闘志ね普通に獲得できてしまうので注意してください。なんで、普通に使うんだったらエルビラはそこそこ速いスピードの方が好まれます。で、不死状態であれば追加で、まやかしを付与する全体攻撃も使えるということで、これもね、結構バカにはできないんですけど、ただ最近効果抵抗高い英雄が増えてきてるんで、まやかし付与できても2人とかまでになると思います。で、スキル1は、スキルをマックスまで強化すれば 100% で強化効果を1つ解除という風になっていて、RTA で昨日ちょっと配信で使ったんでね、そっちで見てほしいんですけど、闘志がいない場合でもですね、結構置物にはなりづらいかな。ちょっとね、さすがに時間かかってはしまうんですけど、まやかしでちまちま削れたりとかするので、あとは根力さえ溜まれば、食台じゃなくても不死をね、無限に付与することもできるんで、長期戦には一応強いかなと思います。ただ火力は全然ないんで、闘志いない相手に使う場合は長期戦を覚悟してください。はい。で、投資キャラなんですけど、だいぶ増えましたね。ちょっと PVE の英雄とか入れてなかったり、抜けがあったら申し訳ないんですが、闇属性で言うと、ラビーとベローナとユピネ。ユピネは特にね、最近多かったんで、闘技場とかだったら本当にエルビラさえ入れればユピネは何もできずに、倒されていくのでおすすめです。で、光属性で言うとチェルミアですね。あとはランディ。このランディもスキル3使えなくなるので、それだけでもね、かなり大きいかなと思います。特にロエンナとか入れても、ランディのスキル3で倒されてしまうっていう場面も多かったんですけど、それがなくなればですね、ロエンナで十分回復が可能になると思います。あとは光回論。これもね、結構厳しいかな。光回論強いなと思っていたんですけど、
まあ、こいつも闘志のキャラなんでね、闘志さえなければ、この固定ダメージっていうのも出ませんので、それを考えると、結構カイロンも苦手になってくるのかなと思います。あと、制約で言うと、火のシャルロッテと氷のシャルロッテ。他にね、もしかしたらいるかもしれないんですけど、漏れてたらすいません。まあ、この辺は PVP ではあんまり最近見ないんですけど、まあ、よくって闇属性、光属性のこの3体ずつのね、キャラクターに特に刺さるということで、まあ、使い道は割とあるかなっていうのと、もう先に取っちゃえば相手の動きも結構牽制はできそうではあるんですが、まあ、ちょっと長期戦になるのがデメリットかなっていう感じです。で、ビルドの方は今回こんな感じにしてますが、ちょっとどうかな、効果抵抗が高すぎる気はします。これね、一応配信で1回だけね、食材どんな感じなのかっていうのを試した時に組んだビルドなので、抵抗めちゃくちゃ高くなってるんですけど、こんなになくても多分大丈夫だと思います。理由としては、闘志相手に出す場合であれば、こんなに効果抵抗があっても、相手あんまり剥がしを入れてこないと思うので、まあ、そういう場合は、200とか200、まあ、言っても250ぐらいで、十分かなって思うんで、ここまでね、盛る必要はないかもしれませんが、一旦今はこれで使ってます。まあ、効果抵抗を下げるにしても、盛るステータスっていうのがあんまりないので、まあ、効果命中に振ってまやかしの付与率を上げようかなっていうぐらいなんで、余裕はですね、かなりステータスあると思うんで、結構自由に組めるかなと思います。でスピードは今230で特に困ってないんですけど、もうちょっと速い方がいいかなって思う人もいると思うので、まあ、250ぐらい目安に上げれればいいかなという感じですね。で、古代物は、まあ、食材はね、もう修正が決まってるのでないとして、まあ、食材が消えて無限不死みたいに使いたいんだったらやっぱりリアル死かな。まあ、リアル死で運が良ければ、スキル3をもう一回打てるみたいな感じに、できると思います。他で言うと、まあ、エルビラの専用異物で効果抵抗率を上げるか、まあこれですね。限定リリカの、誘惑する花。まあこれでね、命中率も上がりますし、アクションゲージダウンも発動するので、まあまあ、一応汎用性はありそうかなという感じで、今ね、これで使ってます。ただ、正直エルビラはもう立ってるだけで闘志無効化できるんで、まあ、何でもいいですね。かなり自由度の高いキャラクターだと思います。はい、それではね、実戦でエルビラ使ってきたので、エルビラを使った編成と、エルビラが今ね、置かれているので、まあ、修正まで今日来ないと思うんで、まあ、週明けとかにもしかしたらなるかもしれないので、その間ね、闘技場でもし戦うってなった場合の対処法など見ていきたいと思います。はい、それでは見ていきましょう。エルビラデビュー戦となります。で、やっぱりですね、この、エルビラを意識して結構編成をね、変えてきている人も多いですね。まあ、この1戦目の編成はおそらくエルビラが来る前に使っていた編成だと思うので、対策はねそこまでできていません。なので、まあ、問題なく勝てたんですけど、結構ね対策してる人も増えてきてるので、まあ、あえてユピネを入れてエルビラを誘う形でエルビラを無効化するような編成とかも組んでる人が、まあ、ちらほらね出てきているので注意してください。でまあ1戦目はねこんな感じで、普通のユピネのパーティーであればもう何でもありですね。エルビラさえいればもう絶対にこのユピネとランディは闘志がたまりませんので、もうひたすらね攻撃されるのを待つと。でこの間実装されたビブリスと組み合わせるのもめちゃくちゃ強いですね。まあこの辺はもう運営想定してて、この2人をね組ますことでこの強力なユニットである光ランディと闇ユピネを無力化するっていうような動きをもともと考えていたんだろうなという感じですね。はい、これでまやかし発動、ゲージダウンも、ここで、抵抗されなければ入ると。まあ、剥がしがないので、まあ、そういう意味では免疫とかにはあんまり強くないですね。限定リリカはね剥がしした上に強化負荷を付与するので結構強いんですけど、エルビラはちょっとそれがないので、まあ、そこはやはり限定と制約の違いなのかなと思います。さあガンガン攻撃食らいますが、まあ、ビブリスがいれば、
回復もできると。ロエンナとか入れなくてもいいのも大きいですね。でこう何回反撃とかが相手出てもですね、闘志が溜まってないので、ランディとかね、運が悪ければビブリス入れてても普通に死ぬんですけど、闘志さえたまらなければ全然いけると。でユピネも闘志が未だゼロ。さあ2枚持ちというかなり凶悪な編成でしたが、闘志さえたまらなければ何の問題もないと。はい、こんな感じでもう旧ユピネパーティーは、ほぼほぼ無力化できますね。おそらく編成もすぐに変わってくるだろうと思います。はい、2戦目になります。これはおそらくね、対策をしてきているのかなと思います。ブラッディローズをつけた、アンジェリカが入っているので、もうとにかく効果命中率を上げに上げまくって、不死を解除するっていうような感じですね。はい、アンジェリカが、打ってくると。はい、これで、もしですね、もう編成見た瞬間に、もう確実に解除してくるつもりなんだろうなっていうのが分かったので、今回はクリスティを入れてね、底上げ、してるので解除されませんでしたが、おそらくクリスティ入ってないと、あそこでね、解除されてました。もうブラッディローズつけてるってことは、もう300余裕で超えてきてると思うので、そういう編成もね、増えてくると思うんで、こう一概に、出せば勝てるというものでもないので注意してください。もうアンジェリカとか入ってたらもう要注意。もう確実にね300超えてきてるんで、相当自信がないと解除されてしまいます。そういう場合はねクリスティ使って底上げしたりしてみてください。あとはね一回エンジェリカに打たせてからスキル3を使うとかでもいいですね。闘志ユピネに関しては100たまらなければスキル使ってきませんので、1回2回ぐらい攻撃するぐらいだったらね問題ないと思います。今回は、抵抗に自信があったので先に打ちましたと。で後の流れは一緒ですね。もう不死さえ付与してしまえば、問題ありませんので、ただね効果命中は高いアンジェリカがいますんで、先にアンジェリカを倒すような形で、攻めれば、問題ないと。次アンジェリカが使ってくるブラッディローズなので回転率はね遅いんで倒す隙は十分あると思います。でここで倒してしまえばもうあとは何も怖くありませんので倒していくと。でただあんまりですねユピネ遅いと不死がね切れちゃうんで、そこだけね注意してください。ただ、相手にベリアンがいなければですね今みたいに根力溜まってるんで、ここで根力使ってもう一回不死付与しても全然ありだと思います。負ける戦いはしない。私だって。はい、続いては上から行くパターンですね。特に限定リディカ結構ね使いづらいなとは思っていたんですけど、組み合わせることで割と使いやすくなったかなと思います。そういう点ではこのエルビラさんはいい役割を持ってますね。今までやっぱりどうしてもこういう今のね編成流行っているこの相手の編成に対してリディカ使えないことはなかったんですけど、どうしてもユピネから倒さないと2 Aだった場合間に合わなかったりしたんですけど、こういうエルビラを使った編成であれば先にめんどくさいルルカから倒すこともできると。であとは順番にユピネ以外から倒していけるようになったので、これバランス調整が来た後にフィナスがまた使えるようになったらですね、よりやりやすくなるかなと思います。
で、この相手の編成ね、今回、フィナスを使おうとすると、生命力が結構少なくて、まあ、シュウだったらワンパンできるかなと思うんですけど、その他のキャラクターはワンパンできないので、ちょっとフィナス使うのもどうかなと思ってたんですけど、フィナスがバランス調整で攻撃になったらですね、結構使いやすくなると思うんで、より素早くね、相手を殲滅できるパーティーが組めるんじゃないかなと思います。で、今回の試合に関しては、周りから倒していって、もうゆっくりと、ユピネを狙っていけると。これね、めちゃくちゃ楽ですね。リリカも生きるんで、めちゃくちゃいいキャラクターだと、個人的には思ってます。で、反撃が来てもスキルダメージ無効ついてるんで、まあ、そんなに痛くないと。で、2A で復活してきても投手は溜まってないので問題なしっていう感じですね。いや、相性いいですね。最近実装されたキャラとの相性が抜群なんで、本当に闘技場とか RT しなくても闘技場とかね、やる人は取っていいと思います。身の程知らずもいいところですね。あなたもよほど感覚を味わってみませんこととか。はい、それではね、対、食大エルビラの対応ですね。もうがっつりと希望の鳥で、メイドクロエをつけて、抵抗をがっつり上げてきているエルビラですね。まあ、この時点で食大つけてるかわかんないんですけど、まあ、まずつけているでしょうと、いうことで、まあ、対策としてはもう光リリアスと、闇河津、まあ、この2人ですね、一番楽です。まあ、この2人さえいればもう相手に全体攻撃がいなくてもですね、抵抗無視で消して倒すことができます。で、おまけにね、蘇生も消せるので、まあ、メイドクロエで蘇生狙われても問題なしということなんで、これで倒すと。まあ、食大つけてましたね。まあ、特に闘技場なんかで食大エルビラを入れられてると、もう下手するとね、対策立ててない人だったらもう絶対に勝てないような仕様になってしまうので、まあ、挑むときはね、注意してください。対策ない人はもう避けた方がいいですね。この時間切れのターンのダメージでね、死んじゃうので気をつけてください。まあ、対策あればね、全然問題なく倒せるので、まあ、むしろ楽にね、倒せると思います。はい、もう一戦ですね。これも対策してますね。まあ、まず根力は使えないようにね、さっきのパーティーもなってましたけど、ベリアンが入っていると。で、河津持ってないっていう人は、今入れている、キャラクターですね。ベロニカ。ベロニカも無料でこれストーリーさえ進めればね、手に入るキャラクターなので、まあ、どうしても河津がないっていう人は、こっちでね、代用できます。で、今回はこの相手に闇競り合いますけど、これもおそらくね、抵抗型ですね。抵抗命中型かなっていう感じはします。はい、で、ここでですね、今回ベルニカ入れてるので、先にですね、不死を付与するキャラクターのアビゲイルからね、倒していってください。まあ、このパーティーも多分、さすがにね、今から組む人は少ないとは思いますけど、もしアビゲイルとセットで入ってればね、先にアビゲイル使って不死を付与させた後にベロニカで解除。これでね、問題ないですね。なんでまあ、闘技場はそんなに問題にはならないと思いますが、ただ嫌だなと思う人はいると思うので、まあ、挑むときはね、気をつけましょう。で、不死さえもう1回付与してしまえば、いくら食代つけてても、もう絶対に2回目発動するっていうのはないので、発動する前にね、倒せると思います。で、不死がついてなければ追加攻撃も使ってこないので、まあ、問題ないでしょう。まあ、一番ベストはベロニカと闇河津2人入れるのが一番いいですね。2人入れとけば、まあ、仮にね、
食台発動してどちらかん2回目が発動してもですね問題ないので、あとエルビラは脆いんでね、不死さえ剥がしてしまえば普通のスキル1のダメージでも、もう光ビビアスと闇霊の攻撃だけでも落とせると思います。はい、もう一回見ていきましょう。今回は相手闇ユピネも入れてる欲張りパターンですね。もう上から行くし、闇ユピネの対策もさせるし、不死無限のエルビラの対応もさせるみたいな、もうかなり嫌なところを詰め合わせたパーティーですね。ただ闇ユピネに関してはこっちもエルビラ入れれるので、 RTA ならともかく、闘技場だったらそんなに、強くはないかなと思います。でさっきのベロニカはクリティカルをなくした、異物が闇海に瞬く星をつけてたんですが、今回はね持ってない人もいると思うので普通の、潜伏異物にしてます。別に潜伏じゃなくてもいいんですけど、特につけるのがなかったのでつけてます。でエルビラのスキル3は HP 多い敵だったら結構やっぱ7000ぐらい出ますね。割とバカにできないダメージだと思います。はい。で、今回河津がいないので即ダメは出せないんですが、問題ありません。というのもエルビラはですねそんなにダメージは出ないんで、不死付与されてももう後回しで全然いいです。もう攻撃とかせずに、もう不死つけたければ、つけさせてですね、ゆっくり倒していくので問題ないので、一見するとなんかいろんな対策を強いられる編成にはなってるんですけど、エルビラ自体にパワーがないので別にいいかなっていう感じがします。なんでここ数日多分増えてくるとは思いますが、ベロニカさえいれば何とでもなるのかなと思うので、ただね時間がやっぱかかるんで、週末とかの冷凍を争ってる時だったらかなりめんどくさいかもしれないですね。いいサンプルが得られそう。効果は私が保証する。私が来たから安心していい。はい、というわけで見ていただきましたがいかがだったでしょうか。いろいろと問題視もされており、修正もね早速決まってしまったエルビラさんですけれども、食台を使わなくても、特に問題なく使用はできますので、投資に困ってる人は今引いても全然問題ないと思います。気になる方はねバランス調整来てから、引いておくのが一番、安牌かなと思いますので、迷ってる方はね一旦ストップして、引かないようにした方がいいと思います。はい、というわけで今回はエルビラの紹介でした。また調整後にねかなり変わっているようであれば、また使用感などを、動画に撮ろうかなと思いますのでよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。